今回の産業まとめ。子供がくまのプーさんを襲撃。子供に弱すぎる親。新しい名前はプープーくま。中国の SNS では上海ディズニーランドでくまのプーさんが子供に殴られたという映像が話題になっています。投稿された映像では、くまのプーさんが来場客との触れ合いを終えて帰っていく途中、子供が突然飛び出してきてプーさんのお腹にパンチを連打。スタッフや周囲の人はすぐに止めて子供を叱りました。くまのプーさんはお腹の部分だったので痛くはなさそうでした。そのままくまのプーさんは場を離れていきましたが、映像はまだ続いています。子供の父親はスタッフに対して謝罪する素振りすら見せず、むしろスタッフが子供をなかなか離さないことに対して不満を述べました。父親は何か損害があったら保証すると話していましたが、ネットでは親の教育にそもそも問題があるとの声が上がっています。今回の出来事やそれへのスタッフの対応などについては上海ディズニー側からのコメントはなく、詳細は分かっていません。この報道の中で注目されたのは、プープークマという単語です。中国では、くまのプーさんという名前が検閲対象となっているため、中国メディアは新しい名前を創出したようです。このことが台湾では嘲笑を買っています。台湾の議員は、プープーは習主席の新しい名前、習プープーになったら誰の責任と茶化しました。また、子供が国家主席を攻撃した、国家安全保障を弱体化させた、などと嘲笑しています。編集所感。今回の概要。笑いの種、くまプー伝説。今回の行為に国内からも大批判。中国人もいろいろいる。今日は真面目な話題を扱うつもりだったのですが、おしめの際のやりとりでこの話題に触れたらこっちの方がいいということで急遽変更。まあ、面白いは面白いんだけどね。一応このチャンネルもお笑いを標榜しているということもあって、こちらを選択。今回の投稿には中国社会の様々な面が映し出されているということもあって悪くはない題材と思います。まず最初に私が思ったのは、上海ディズニーランドにくまのプーさんいるんですね。てっきり中国国内には存在しないかと思っていました。ウェイボーで検索すればぬいぐるみもわずかながら表示されました。それでも全部で3件とかですけどね。いずれ消されるのかな？皆さんご存知の通り、くまのプーさんはその存在自体が検閲対象で、こうした措置は範疇の人々からは嘲笑の対象です。発端についても念のため触れておきますが、オバマ大統領と写った写真の構図がくまのプーさんが虎のティガーと並んで歩いている構図とそっくり。おまけに2人の体型や顔もそっくりだったこともあり、これは国家主席を侮辱しているとして中国ネットからくまのプーさんは消えたというわけです。この過剰な反応は伝説的なお笑い草ですが、この波紋はあらゆるところに及びます。日本のフィギュアスケーター羽生結弦選手はくまのプーさん好きで知られ、演技後には大量のぬいぐるみが投げ込まれていました。しかしグランプリシリーズで中国を訪れた際には、くまのプーさん自体中国に持ち込むことができず、演技後にプーさんゼロという不思議な光景も見られました。国家主席関連の検閲は他にもあって、顔が似ているというオペラ歌手の SNS アカウントや写真が全て削除されるという事態も起きています。これ、似てるといえば似てるけど、そんなに気にするほどのことなのかな。とにかくデリケートな部分は全てメディアから消去というのが今の中国共産党の方針です。習近平の敏感な部分、過去とかはバイドでも表示されないしね。習近平といえば就任時に庶民的だとアピールするために有名な肉まんのお店を訪れたため、習パオズとか、パオズ亭と呼ばれていました。これも今じゃ禁止ワード入り。禁止ワード多すぎるから、中国って。そんなこんなで誰がどうやって決めたのか、そして誰が OK を出したのか、プープークマがメディアでは使われています。もちろんネットでは、何これ的な反応がありますが、とりあえずこれならコメントや投稿が削除されないので使うしかないみたいな。今回の映像の中で中国国内で話題となったのはもちろん親の対応です。そして子供の暴力性。親は子供をとにかく甘やかすのでこのありさま。中国でもしつけは学校でという責任転嫁な考えがあるようですね。コメントでよく見られたのは、この家族をブラックリストに入れて入園禁止にすべきだという意見ですね。そして多くの人が主張しているのが、
なぜかたくさんのコメントが削除されている。という点です。こうした投稿を紹介すると、中国はひどいという声が多く聞かれますが、これは一部のおかしな家族の話で、大半はこうした行為を批判しています。その点は過度に中国人はこうだという偏見を植え付けたくないのであえて一言言っておきます。まあ、そう言っている人たちが実際に親になってどうなるかは知りませんけどね。一部の中国人のマナーの悪さは中国国内でも問題視されています。列にきちんと並ばない、映画館でスマホを見たり話したりする。教育、いや勉強の質は上がったとされていますが、こうした基本的道徳レベルは不十分だと多くの人が感じているようです。中国国内でも本当に色々な人がたくさんいるので、ほんの一部を切り取ってこれが中国人だ、と煽るのは本当に控えておきます。逆の立場、日本人への変な偏見を考えれば同様に迷惑千万なので、皆さんもその点は少しお気をつけて。最近の SNS は厳しいですからね。熊野プーさんに似てるって言われて逆に喜んだらいいのにね。肉まんやそっくりさんも検閲する人だよ。喜ぶわけないじゃん。羽生くんみたいに、プーさん大好きってやってたら親しみが湧いて人気が出ると思うのにな。ちょっと想像すると気味悪いけど。そしたらディズニーから何かオファーが来たりとか。共産党の指導者なのに、よりによって米国の企業と協業なんてしないって。あれって体型が嫌なのかな？多分そういう次元じゃないんだよ。ああいう偶像化されるのをとにかく嫌うみたいなんだよね。例えばコミカルに描いたりとか、皇帝のコスプレさせるとか、そういう風刺的なものも一切禁じられてるんだよ。なんかつまんないね。冗談とか通じないのかな？一応お堅い組織のトップなんでね。SNS で失敗した人たちみたいなジョークすら言わないよ。気難しいんだね。人気出ないよね。そういう下手にいじれない存在なの。まるで皇帝みたいだよね。それこそ。そのうち北朝鮮みたいに、肖像画の中の人になっちゃうのかな？多分もう描き始めてるんじゃない？すごい大きいやつ。なんかどうでもいいね。そういえば私も上海ディズニーランドにプーさんいるって聞いて驚いたよ。ねえ、最初からいないのかと思ったけどずっといたんだね。あれってなんて呼んでたのかな？今まで。さあ、どうしてたんだろうね。園内とかね。名前呼べなかったりして。なんかハリーポッターみたいだね。あれ私一巻しか読んでない。映画もダメだったな。そうなの。あの中で敵の名前を呼んだらいけないみたいなのがあってそれに似てるなぁと思って。ごめん、全然知らない。突然だけど、フロスお話題って聞いたことある？知ってるけど話の展開上知らないってことにしといてあげる。フロスって糸ようじのことなんだけどね。あれは使った方がいいよ。知ってるけど知らないってことにしてそうなんだって言っておく。できれば糸ようじよりデンタルフロスがおすすめです。糸ようじとフロスの違いがわかんないけど。糸ようじはほら、あの棒にくっついてる方で、フロスは糸の方。そういうことね。はじめはとってもやりづらくて買ったこと後悔しちゃうと思うけどそのうち慣れて、あの時白雪さんが教えてくれたからだ。ありがとうって思うと思うよ。まあ、どうしてもっていう人は続けられる方で、だよね。そうだね。それで、3ヶ月から半年に1回は歯のクリーニングって言った方がいいよ。私はね、このご時世だけど定期的に言ってるよ。歯石っていうのが溜まると虫歯になっちゃうからね。私最近サボってるけど、白雪さんはしょっちゅう言ってるんでしょ？うん。4年くらい前に1回虫歯ができてそれがショックで定期的にクリーニングに行ってるんだけど、楽しいよ。すっごく細かい白い粒をシャーって噴射して歯をピカピカにしたりね。いろんな方法があるの。そういえば私の会社に美意識高すぎる男性がいるんだけどね。全部の歯を真っ白にしちゃった人がいるよ。新庄剛志さんみたいな感じだね。多分表面を全部削って白いのを歯にかぶせているの。とっても綺麗だけど不自然だよ。芸能人でそれやっている人いるよね。歯の大きさとか色が統一されすぎててちょっと気持ち悪い。そうそう。ホームレスの役でボロボロの服着てても歯が真っ白で不自然な役者さん結構多いよ。
なぜか歯を見てしまうんだよね。でもね、美意識が高すぎるとあっちもこっちもお直ししたくなっちゃって大変だよね。知ってる。だから諦めが肝心。私たちもこの絵は直すの簡単だけどね。今は写真の加工が当たり前になっているから、実際の人と写真はもう別人だよ。加工した写真の自分が本物って思っているみたいね。それって違法な偽物を本物って思ってる途上国の人たちみたいだね。はは、違法じゃないけどね。最近は若い子と写真撮ると必ず SNS には持ってくださいねって言うもんね。SNS に投稿するなら加工してねってことだよ。面倒だから投稿しないけどね。白雪さんももう若い子っていう年になったんだね。なんかチクッときた。で、何の話だっけ？あ、そうそう今の歯医者さんはとても綺麗だし、インテリアも凝ってるから楽しく過ごせるよ。長生きしたいと思ったら歯を大切にねってお話でした。それ、私の受け売りだよね。し、